英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力どんどん上げていきたいと思います。今回の話題、ニュースですけれども、薬の過剰摂取問題。アメリカは日本より深刻ということで、アメリカにはゾンビの街があると言われていますけれども、そこで使われている薬の原料が中国からですね、輸出をされている。こんなニュースを使いながら私たちの英語力と、そして世界ではどんなことが起こっているのか、情報力もアップしていきたいと思います。まずこの NHK ワールドニュース、英語字幕ありで確認して、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に、2番目は、その英語字幕、NHK ワールドキャスターのお手本英語を聞いた後、そのお手本を真似しながらしっかりと私たちも音読をして、日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力アップするために練習をしながら難しい単語表現、そして詳細の内容を捉えていきたいと思います。次に3番目は字幕なしでもう一度 NHK ニュースを見てしっかりと聞き取れるのか、2番目で学習した単語表現、詳細内容を聞き取れるのかチェックしていきましょう。ここまでこのニュースからしっかりと情報を頭にインプットしますけれども、4番目は日本人が一番必要とされている英語を話して持っている情報や思いをアウトプットする練習、今度はスピーチ練習やっていきたいと思います。これにはマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うとですね、まるで人間と英会話をしているような感じでしっかりと英語を話しながら情報をアウトプットする練習ができますので非常にいいと思います。どのように活用しているのかデモンストレーションもしますので、動画最後まで見ていただいて、ぜひ一緒に英語力、情報力上げていきましょう。英検1級家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは、この NHK ワールドニュースを使って英語力と情報力上げていきましょう。Let's get it started. それでは、この左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても、聞き取りできそうだ。聞き取り挑戦してみようという方はですね、原稿は無視して、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.Leaders of the world's two superpowers have struggled to see eye to eye on trade, security, and human rights. But officials from the U.S. and China are uniting behind a common cause. They want to combat drug trafficking. Security, justice, and finance officials have come together to tackle the flow of fentanyl and other synthetic opioids. President Biden sent such a significant delegation to underscore the importance of this issue to the American people. We hope both sides will continue to work together in various fields based on solid counter-narcotic cooperation while accommodating each other's concerns. Fentanyl overdoses have become a leading cause of death among young Americans. Last year, more than 100,000 died after taking the drug. U.S. President Joe Biden has called the crisis an American tragedy, and he's agreed with Chinese President Xi Jinping to try to stop production and exports. U.S. officials believe China is the primary source of the chemicals used to manufacture fentanyl. They know drug cartels in Mexico use those substances to make the final product. So they're also putting pressure on Mexican leaders to stop the flow. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありでこの NHK ワールドニュース見てみましたけれども、ニュースの概要を捉えることできましたでしょうか？日本もですね、東京のアメ横なんかでこの薬の若者のオーバードース問題取り上げてられていますけども、アメリカはですね、このオーバードースで若者が年間10万人以上亡くなっているということですね。さあ、それでは次、今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語をですね、お手本に真似をしながら私たちも原稿をしっかり英語を声に出しながら音読をして日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしつつ難しい単語、そして詳細の内容を見ていきたいと思います。
それでは、視聴者の皆さんも声が出せるという方は一緒に左側の英語をですね、音読をしながら、右側の日本語訳と照らし合わせてしっかりと英語力、情報力上げていきましょう。では、この色の変わっている部分ですね、一緒に音読していきたいと思います。Leaders of the world's two superpowers have struggled to see eye to eye on trade, security, and human rights, and officials from the US and China are uniting behind a common cause. 右側に日本語訳出てますけども、世界の2つの超大国、アメリカ、中国ですね、指導者たち、貿易、安全保障、人権について意見を合わせるのに苦労している。しかし、アメリカと中国の当局者は共通の大義のもので団結しているということですね。では、ここを押さえておきたい単語表現ですけれども、struggle というのは苦労しているということですね。eye to eye, see eye to eye on trade. eye to eye というのは目と目を見てですね、しっかりと話し合っていく。ただ、trade、貿易、安全保障、human rights、人権についてはですね、アメリカと中国、struggle、苦労している、意見が合わないということですね。ただ、一つの共通、common ですね。common cause、一つの大義についてはですね、unite、一致団結をしているところだということで、それがこの薬の問題ということですね。じゃあ次見ていきましょう。ここを残しながら、内容を見ていきたいと思います。They want to combat drug trafficking. Security, justice, and finance officials have come together to tackle the flow of fentanyl and other synthetic opioids. さあ、ここ右は訳出ていますけども、彼らは麻薬密売と戦いたいと考えていると。治安当局、司法当局、財務当局が集結し、フェンタニル、その他の合成オピオイドの流出に対処しているということですね。専門用語が出てきていますけども、ドラッグトラフィキングというのは麻薬密売ですね。ドラッグ、麻薬のトラフィキング、密売ですね。そしてコンバットというのは戦うですね。この麻薬の密売とアメリカ、中国戦いたいと考えているということですね。そして、フェンタニル、そして、synthetic opioids。synthetic というのは合成ですね。synthetic fiber というのは合成繊維ですけれども、synthetic というのは合成ですね。opioids というのは、オピロイド。こういうものの流出に何とか対応しようとしているということです。さあでは次見ていきましょう。この部分ですね。音読しながら内容を見ていきたいと思います。President Biden sent such a significant delegation to underscore the importance of this issue.To American people, we hope both sides will work together in various fields based on solid counter narcotic cooperation while accommodating each other's concerns. ということで、ここに日本語訳出ていますけれども、中国に送られたですね、一段、バイデン大統領、アメリカ国民にとってこの問題、重要性を過小評価するために、これほど重要な代表団を、派遣したという、アンダースコアで強調するですね。過小評価ではなくて、強調するために、送ったということです。そして中国側はですね、我々両国が互いの懸念に配慮しつつ、麻薬対策における強固な協力に基づき、様々な分野で引き続き協力することを期待すると中国側が応じている部分ですね。さあでは単語、表現見ていきましょう。significant というのはですね、重要なデレゲーション、一段ですね。そして、次の単語ですけれども、various field、様々なフィールド分野でということですね。そして、solid というのは強固な、硬いですね。solid counter ですね。強固な協力に基づき、narcotic cooperation。この narcotic、どんな意味なのかですね。あまり見かけない単語ですので、Google 自動翻訳使いながら見ておきましょう。ナーコティックですね。どんな意味かというと、narcotic 麻薬っていう意味でしたね。ナーコティック。narcotic narcotic。声に出しながら覚えておきましょう。ナーコティックですね。さあでは次見ていきたいと思います。さあではここですね。音読をしながら見ていきましょう。Fentanyl overdoses have become a leading cause of deaths among young Americans. Last year, more than 100,000 died after taking the drug. U.S. President Joe Biden has called the crisis an American tragedy, and he's agreed with Chinese President Xi Jinping to try to stop production and exports. ということで、ここ右側ですね、訳出てます。
フェンタニルの過剰摂取、アメリカの若者の主な死因となっているということで、驚きますけども、去年だけでですね、1年間で、このフェンタニルの服用、オーバードースで10万人以上の若者がアメリカで亡くなっている。映像にも映ってましたけど、もうゾンビのようにですね、意識朦朧とした人たちがたむろする街がアメリカにはあると言われていますけれども、これはこのフェンタニルの過剰摂取が原因ですね。そして、ジョー・バイデン、アメリカ大統領、この危機をアメリカの悲劇と呼んで、中国の習近平国家主席と生産と停止の、輸出の停止に努めることを合意しているということです。さあではここ、覚えておきたい単語表現ですね。この overdose というのは過剰摂取ということですね。日本でも東京のアメ横なんかでもですね、若者が市販薬をですね、オーバードース、過剰摂取をして、病院に送られるとかですね、最悪亡くなってしまうという事件あったと思いますけども、アメリカは日本と比にならないぐらいこのオーバードース、非常に深刻な問題になっているということですね。なぜなら、last year、去年だけ、2023年、more than 100,000 died。若者がですね、10万人以上このオーバードース、薬の過剰摂取で亡くなっているということですね。そして、crisis というのは危機という意味ですね。そして、American tragedy。トラジェディというのは悲劇なので、この薬の問題はアメリカントラジェディ、アメリカの悲劇だと大統領も言っているということです。そして、バイデン大統領、中国のですね、シー・ジンピン国家主席に try to stop production and exports。この生産とですね、輸出をやめるようにと働きかけているということがあったということですね。さあではここを見ていきましょう。US officials believe China is the primary source of the chemicals used to manufacture fentanyl. They know drug cartels in Mexico use those substances to make the final product, so they are also putting pressure on Mexican leaders to stop the flow ということで、アメリカ当局者、このフェンタニルの製造に使用される化学物質の主な供給源は中国だと考えている。そして、アメリカ当局、メキシコの麻薬カルテルがこの物質を最終製品の製造に使用していることを知っているため、メキシコの指導者らにも流れを止めるように圧力をかけているということで、このニュースを見るとですね、中国で生産された化学物質原材料がメキシコに渡って、そこで最終製品のですね、この、フェンタニルというものに変えられてアメリカに入ってきている。それをアメリカの若者がですね、オーバードース、過剰摂取をして、去年1年だけで10万人以上亡くなっているという、こういう状況になっているということですね。さあでは、ここを見ていきたいと思いますけれども、primary source というのは主なですね。primary というのは主な。source of the chemicals。その化学物質の主な供給元は中国であるとアメリカは信じていると。情報を掴んでいるということですね。そして、その原材料がですね、メキシコに渡って、サブスタンス、そういう物質ですね、物質、化学薬品というものが to make the final product、最終製品の、フェンタニルに加工されるということですね、メキシコで。そしてアメリカに入ってくるということです。日本でもですね、某大学の薬問題、ありましたけれども、本当に世界中でですね、薬が蔓延していて、若者が最悪命を落とすようなことが、日本だけではなくて、世界中で起きている。そして今回のニュースを見ると、アメリカ、もう最悪の状況になっている。アメリカントラジェディと大統領が言うほどですね、もう最悪の状況になっているということを、英語を学びながら、日本語訳と合わせてしっかりと学べたんではないでしょうか。さあでは次はですね、3番目。同じニュースを今度は字幕なしで見てみましょう。しっかりと字幕なしでリスニングして、学習した単語表現、そして詳細内容を聞き取れるのか見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしでこのニュースもう一度見てみましょう。Leaders of the world's two superpowers have struggled to see eye to eye on trade, security, and human rights. But officials from the U.S. and China are uniting behind a common cause. They want to combat drug trafficking.
Security, justice, and finance officials have come together to tackle the flow of fentanyl and other synthetic opioids. President Biden sent such a significant delegation to underscore the importance of this issue to the American people. 希望双方在 We hope both sides will continue to work together in various fields based on solid counter-narcotic cooperation while accommodating each other's concerns. Fentanyl overdoses have become a leading cause of death among young Americans. Last year, more than 100,000 died after taking the drug. U.S. President Joe Biden has called the crisis an American tragedy, and he's agreed with Chinese President Xi Jinping to try to stop production and exports. U.S. officials believe China is the primary source of the chemicals used to manufacture fentanyl. They know drug cartels in Mexico use those substances to make the final product. So they're also putting pressure on Mexican leaders to stop the flow. さあいかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドを見てみましたけれども、本当に廃人になってしまったような若者がですね、アメリカたくさんいる街があるということで、その原因となるフェトナルを作る原料がですね、中国からメキシコに輸出されている、こんな状況が世界で起きているんだなということを英語を学びながらしっかりと情報としてインプットできたんではないでしょうか。では次は4番目ですね。そのインプットした情報、今度は日本人が一番苦手と言われている英語を話しながら相手に伝えるっていうアウトプット練習、スピーチ練習をやっていきたいと思います。この練習にはマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使っていきます。これを使うと無料でどこでもいつでも好きな時にたくさん英語を話す練習ができて、まるで人間と英会話をするようにですね、楽しみながら英語を話す機会をどんどん増やしていけるので非常にいいと思います。それでは今からですね、どのように活用して練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので参考にしてみてください。今画面にマイクロソフト Bing のコーパイロット映りましたけども、これを使っていきたいと思います。注意点、2つあって、1つはですね、言語を英語設定に変更しておいてください。なぜかというと、英語で話しかけて、英語でやり取りをするので、この右上のこの部分からですね、言語設定をセッティングで変更できますので、英語に設定しておいてください。そして次はですね、もう一つ注意点は、このボタンを押してですね、英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間ができたらこのチャットがですね、会話が終わったと思って、聞き取りを、リスニングをやめてしまいますので、できるだけ well とかですね、let me think about 声を出しながら、まだスピーチが終わっていないということですね、このチャットに伝えながらスピーチするといいと思います。もう気をつけるのはその2つだけで、あとはこのボタンを押してですね、このニュースから得た情報や、そして自分の趣味とか何でもいいですけれども、相手は生成 AI 搭載しているので、非常にたくさん関連する情報を英語のスピーキングとライティングで返してきてくれます。まるで英会話しているように、人間と英会話しているような感じでたくさん英語を話せますので、非常にいい英語のスピーキング練習のパートナーになってくれると思います。それではこのボタンを押してですね、私がどのように活用しているのか今からデモンストレーションしますので、ぜひ参考にして皆さんもいいなと思ったら練習して一緒にスピーキング力上げていきましょう。それでは Let's practice to speaking in English。 それでは行ってみたいと思います。 Good morning, Bing. How are you doing today? I'm good. I had a very good sleep. By the way, I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English.What was a way for me is to share latest news by speaking in English with somebody. So I would like to share it with you by speaking in English. Is that okay? Are you ready to hear my speech about latest news I got from NHK World Japan? Good morning. I'm doing well, thank you. I'm glad to hear that you had a good sleep. It's great that you're practicing your English speaking skills by sharing the latest news with someone. I'd be happy to listen to your speech about the latest news from NHK World Japan. Please go ahead and share the news with me. I'm all ears. Thank you very much for your reply. The latest information I got from NHK Japan is about
the problem of overdose happening in United States. According to that news, last year, more than 100,000 young Americans have killed by overdose of drugs called fentanyl or fentanyl. I'm sorry, I'm not sure about pronunciation about this exact drug. Maybe fentanyl. And according to that news, the primary source of material was being supplied and exported from China. So American delegates is now visiting to China and discussed about this issue, and America is asking China to stop export of materials to Mexico. Because according to this news, material from China first goes to Mexico, and at the Mexico, the final product is being produced. Thank you for sharing the news with me. It is indeed a very concerning issue. According to the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, drug overdose deaths in the United States have been increasing over the years, with synthetic opioids such as fentanyl being the primary driver of the increase. In 2020, nearly 92,000 people died from drug overdoses, a 30% increase from the approximately 71,000 overdose deaths in 2019. The U.S. Department of State is leading the efforts to reduce the supply of illicit fentanyl and synthetic drugs coming to the United States from overseas, as well as to reduce drug demand worldwide. The U.S. government has been working with China to address the production, sale, and export of precursor chemicals used in the manufacture of illicit drugs. The U.S. has also been partnering with Mexico to reduce the production and trafficking of illicit opioids and other drugs. I hope that the situation improves soon. Thank you very much for your feedback. This problem related to the drugs is not only matter in United States, but also it is happening in Japan, especially Tokyo, cold area, Toyoko. Young Japanese generations are suffering from overdosing of drugs, which they can buy at the medical shop. So this is a very big problem, especially for young generations. And I know that some area in United States is called zombie town because of drug overdose, and many young Americans are walking around without purpose, like unconsciously. So do you know, can you tell me which place is called zombie town in United States of America? Because it is very important for us not to go there for protect ourselves. So could you tell me the area information? It's very concerning to hear that drug overdoses are also a problem in Japan. Right. I hope that the situation improves soon. Regarding your question about the zombie town in the United States, I believe you might be referring to the term used to describe areas where there is a high incidence of drug overdoses. Right. However, I'm not aware of any specific town or city in the U.S. that is officially called zombie town. That being said, there are many areas in the U.S. that have been affected by the opioid epidemic and have seen a rise in drug overdoses. According to a recent news article from Sky News, the drug xylazine, also known as tranq or the zombie drug, has been linked to a spike in fentanyl overdoses in the U.S. Okay, thank you very much for your additional information and valuable information. So I think this drug problem is one of the global issues which we prevent. But I think root cause is why young generations tend to use these drugs, and they shouldn't have done overdose of these medicines. If they feel good without drugs or like that, it can be prevent them from taking drugs. So I think social problems
in this global world is very crucial to change something good for young generations to prevent using this kind of drugs. I agree with you that drug abuse is a serious problem that needs to be addressed. According to Get Smart About Drugs, teens may use drugs or alcohol to relieve boredom, feel good, forget their troubles and relax, satisfy their curiosity, ease their pain, feel grown up, show their independence, or belong to a specific group. Risk factors such as low grades or failure in school, victim of bullying or cyberbullying, low self-esteem, permissive parenting, and living in a community with a high tolerance for smoking, drinking, or drug use among youth can increase a child's likelihood to use illegal substances or develop a substance abuse disorder. Protective factors such as strong bond with a parent or caregiver, high self-esteem, parent or caregiver who talks regularly with their child about drugs, active in faith-based organizations, school, athletic, or community activities, spending time around positive role models, and living in a community that offers youth activities where drugs and alcohol are not tolerated can reduce a person's risk for substance abuse or addiction. It is important to address the root causes of drug abuse and to promote healthy behaviors and lifestyles among young generations. Thank you for sharing your thoughts on this important issue. Thank you very much for your valuable information. By the way, as I said, this is a part of practice for me to improve speaking ability in English. So, how did you feel about my spoken English? Is that okay? Any advice do you have for improving my English speaking ability? If you have, please let me know, and I'd like to have your feedback about my spoken English. You're welcome. I think your spoken English is quite good. You were able to convey your message clearly and effectively. However, there are a few areas where you could improve. Pronunciation. Some of the words you used were not pronounced correctly. For example, you said fentanyl instead of fentanyl. You can improve your pronunciation by listening to native speakers and practicing the correct pronunciation of words. Grammar. There were a few instances where your grammar was incorrect. For example, you said last year more than 100,000 young Americans have killed by overdose of drugs, instead of last year, more than 100,000 young Americans were killed by overdose of drugs. You can improve your grammar by reading books, watching movies, and practicing speaking and writing in English. Right. Vocabulary. There were a few words that you mispronounced or used incorrectly. For example, you said fentanyl instead of fentanyl and medical shop instead of pharmacy. You can improve your vocabulary by reading books, watching movies, and practicing speaking and writing in English. Overall, I think you're doing a great job with your English speaking skills. Keep up the good work. If you have any other questions or if there's anything else I can help you with, please let me know. こんな感じでデモンストレーションしましたけれども、このマイクロソフトBingのコーパイロットを使うと、まるで人間とですね、英語を話しながら英会話している感じで、どんどん英語を話す機会を増やしていけると思います。英会話学校に行ったり友達を作ったりっていうのもいいと思いますけれども、なかなか話せないとですね、何を話していいんだろう、話して失敗したら嫌だな、恥ずかしいなっていう思いもあると思いますけれども、これはパソコンを使って独学でいつでも無料で好きな時に家でですね、練習できますので、非常にいい英語のスピーキングパートナーになってくれると思いますので、視聴者の方で見てですね、いいなと思ったら、このチャットを立ち上げて、ぜひ英語を話す練習をして、どんどん日本人のですね、苦手と言われている英語のスピーキング力を上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュースで英語学習ですけれども、今、薬の問題、オーバードースの問題、日本でも大きなニュースになっていますけれども、世界中、そしてとりわけアメリカではですね、去年10万人以上の若者がオーバードース、薬の過剰摂取で亡くなっている。そしてその薬の原料ですね、合成、物質ですけれども、中国で作られて、それがメキシコに渡って最終製品に加工されて、アメリカに入ってくる。そして、それを若者がですね、服用して、過剰摂取、オーバードースして、こんな感じになってしまう。大きな問題が起こっているということ。英語を学習しながらしっかりと情報力もアップできたんではないでしょうか。英研究家事チャンネル。引き続き英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、
英語学習に使えるな、情報を取れるな、いいなと思ったら、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, 英検1級家事チャンネル. Have a good day. Goodbye.